どうも、あつしです。今回は腰をひねってはいけない理由について解説をします。それでは早速始めます。では腰を回してはいけない。腰を回さずに軸を使って回すっていうことなんですけども、そもそも技を入るときに体を回すっていうか、これをよく腰を回すとかっていうような言い方をすることがあるんですけど、腰自体が回ってないと。この状態から体の向きを変えるのに腰自体は変わらずに、これを頑張って腰をひねるというか、そもそも腰っていうのはひねる構造になってない、ねじれる構造になってないので、それを無理して技が入る時に腰をねじって入ったりとかすることをしてしまうと、やっぱ怪我につながってしまったりすると。腰っていうのはそもそもこの前後の動き、曲げたり伸ばしたりっていう動きがこの腰、骨盤のところっていうか、この帯からこの背中のちょうどこの真ん中のところを腰とかって言ったりするんですけども、それを骨盤含めて腰って言ったりもするかもしれないですけど、ここっていうのは前とか後ろに背骨が曲がるっていうか動く構造になっているので、これをひねったりするっていうことはそもそもこの腰の骨の動きじゃない。ひねるっていうのはどっちかというと胸の胸椎とか、あとは股関節が動いている動きなので、そもそも腰自体はひねるっていうかそういう構造になってない。だからそれを無理してひねりすぎてしまうと腰の骨が悪くなったりとか怪我につながってしまう。じゃあ体を回す時にどうすればいいかっていうと、軸を使って回す。体のこの真ん中に竹串を刺したような感じ。だからこの体のど真ん中に軸を刺すのか、あとはこの両サイドの足、ここに軸があって、この軸によってくるっと体が回ると、反対もそうですけど、軸が回転することは自分の体を回すっていうことが技に入る時に大事。技に入る時に前回りさばきとか後ろ回りさばきとかっていうことをやると思うんですけど、その時にある軸っていうのはここの足に軸、ここが回ることで自分の体を回すことができると。この軸、もっと厳密に言うとこの足の親指の付け根のところに軸を置いて、ここが回ることで自分の体の向きを変えることができる。だから軸を意識して体を回してあげるっていうことが大事。反対にこの左足のこの軸、親指の付け根のところを軸にするとこういう回り方ができる。ここで回ってるっていうんですか、ここが軸になって体がこういうふうに向きが変わると。の軸の位置、これは体の真ん中にないので、だから一歩入るときに足をまっすぐ入ってしまうと、ここが軸にするので180度向き変わるんだけども、ちょっとずれてしまうと。軸がこの足の位置にあるので、なので最初の一歩を少しずらしてあげることで回ると、しっかりと相手と重なるというか向きを変えることができると。だから軸を意識すると。レベルが高い人でそもそもこの体の真ん中に軸を置いた場合っていうのは、飛んでこういうふうにやらないと、ここに軸を置いてあげると、こういうような入り方、さっきの足に軸を置いてこういうふうな回り方ではなくて、もうそのまんま飛び込むような感じの入り方になると。だから軸を意識するっていうか、そうすることで体をひねるっていう動作じゃなくて、だから体に負担がかからないっていうんですかね、体をねじった入り方じゃなくて軸を作った入り方っていうのを意識すると。で軸を作るのも、この軸が技に入る時にずれるとかぶれたりすると、技が入った後に自分の体がちょっと横になってたりとか、さっきも足の軸の位置がずれてしまうと自分が入りたい位置に入れなくなる。技に入る時の軸の位置、どこに自分の軸を置いてて回転するかっていうところを意識すると、技っていうのがより正確に入ることができるし、正確に入ることができるとそこからしっかり投げることができると。技に入る時には軸っていうのをどこに置くか、軸自体をしっかりと作るためには、上半身と下半身の動きがねじれてしまうと腰だったりとかいろんなところに負担がかかってしまうので、上半身と下半身っていうのをうまく連動させてこうやって動くためには、体幹っていうんですかね、腹筋とか背筋とか、ここがしっかりと固定ができていると入る時に軸がしっかりして体を回すことができると。
体幹っていうところを意識して技に入ってもらうと。あとは意識する時にお腹のちょっと下、成果丹田って言われるおへその下のところ、ここにこう意識する、腹筋にぐっと力入れてもいいんですけども、常にこの体幹というか体の軸をしっかりとさせるためには力を入れ続けないといけないんだけど、ずっと入れておくっていうのは少し難しいので、意識するっていうんですかね、技に入る時にもちろん力を入れるんだけども、このおへその下のところを意識することでこう軸が安定して入ることができるので、まずはこの軸をしっかりするためにどこに軸を作るかっていうところを意識することと、この上半身と下半身をつなげるこの体幹のところをしっかりと意識して体を回すようにするっていうところを気をつけてやっていただけると、技っていうのがスムーズに入ると思いますので、この辺のところも気をつけてやってみてください。で、今日は腰をひねらずに軸を意識するっていうことで、そもそもこの体の軸、回す回転する軸を意識して入ることと、この軸を安定させるためにこの体幹部分っていうんですかねを意識する。そこが軸で回転することができて、上半身と下半身がうまく連動させるためには上半身と下半身をつなぐ、体幹って言われる部分ですかね、よく。腹筋と背筋のところをしっかりと固定することができると、軸がまっすぐして安定する。ここがこうブレたりすると、せっかく足に軸を作ってもうまくこう軸がまっすぐ作れないので技にうまく入れないと。で、その体幹をしっかりと使うためにはこのおへその下、腹筋にぐっと力を入れたりとか、お尻にぐっと力を入れたりとかっていろんなやり方はあるんですけども、一つの方法としてこのおへその下のところ、成果丹田って言われるところを意識することで、この体幹をしっかりと使うことができます。そういうところを意識して技を入る練習していただけると、うまくできるかと思います。こういうことも意識して怪我を少なく練習してみましょう。では今回は腰をひねらずに軸を使うということについて解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。腰をひねらない、腰を回さない方法、腰を回さずにで、作れないので、腰をひねらずに体をねじったような、ねじるというか。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。